湖東地方に初めての私鉄として近江鉄道が生まれたのは明治29年6月。鉄道にかける地元有志44人の熱い思いがこれを実現させました。当時盛んに行われていたお伊勢参りの足として、また農産物の運び手として期待されました。平成8年には満100歳を迎える近江鉄道。近江鉄道と電気機関車との出会いは ED1 型に始まります。昭和23年、蒸気機関車に代わり西武鉄道から ED1 型を借り受けました。その後、国鉄の廃車車両を譲り受け、電動貨物電車が次々に電気機関車に代わり、貨物輸送にまた車両工場の入れ替え用にと活躍してきました。昭和63年、旧国鉄の貨物輸送の見直しにより当社の貨物輸送が廃止に追い込まれました。活躍の舞台を失った電気機関車11両は除雪や工事用に一部が使われるほかは彦根駅構内に眠っています。うち9両は大正生まれ、2両は昭和1桁生まれのこれらの機関車は今ではめったに見ることができないものばかり。日本の鉄道史上の貴重な遺産と言ってもいいでしょう。国産では最も初期に製造された機関車の一つ、40トン凸型 ED31。芝浦製作所と石川島造船所の合作で大正12年に6両作られました。凸型といってもボンネットが高く三角形に近い形をしています。伊那電気鉄道から昭和18年に国鉄に売り渡され、昭和30年に国鉄から西武鉄道と近江鉄道、上信電鉄に払い下げられました。昭和35年、西武鉄道へ渡った2両は当社へ戻り、 ED31 型6両のうち5両が近江鉄道に集まりました。昭和61年まで近江鉄道本線の主力機関車として活躍しましたが、貨物の営業廃止に伴い現在では工事用列車として使われています。ゼネラルエレクトリック社製の50トン箱型デッキ付き機関車 ED14。 東海道本線が電化されて間もない昭和元年に輸入され、東海道線、中央線、飯田線などで使われてきました。近江鉄道へは昭和37年から41年にかけ国鉄から4両を譲り受けました。昭和35年から始まったセメントの原石の輸送に強力な機関車が必要となったからです。243キロワットのモーターが4機。私鉄の電気機関車の中では西武鉄道の E851 型に次ぐ出力を持ち、彦根・多賀間で関10両編成の原石列車を楽々と引っ張りました。1日13往復も運転されていましたが、徐々にトラックに置き換わり、昭和63年に現役を引退。今では除雪車両として使われています。国鉄時代から70年、まさに昭和の時代とともに走り続けた名機関車
ED14。日本では近江鉄道にしか残っていない貴重な4両です。電気系は東洋電機製、車体は日本車両製の30トン凸型機関車 ED1101、通称ロコ1101。昭和5年阪和電鉄の開業に合わせて作られた構内入れ替え専用の機関車です。運転席が進行方向と平行になっていてカニ型と呼ばれています。南海電鉄を経て国鉄の阪和線や天王寺駅構内の貨車の受け渡しに使われていましたが、昭和26年に近江鉄道が譲り受けました。当社では彦根駅構内の入れ替え用として昭和61年まで活躍していました。今なお阪和電鉄時代のデザインのままでノスタルジックな美しいスタイルが人気を集めています。東武鉄道初の電気機関車として登場した ED4001。昭和5年イングリッシュエレクトリック社製の50トン箱型デッキ付き機関車です。昭和48年キリンビール滋賀工場の輸送が増えたことに対応して近江鉄道が譲り受けました。以後昭和61年までキリンビール専用車として、また住友セメントの構内専用車として活躍してきました。現在はその役割を終え、彦根駅構内で静かに余生を送っています。最盛期には年間130万トンの貨物輸送を支えた近江鉄道の電気機関車たち。ED31 型、ED14 型、ロコ1101型、ED4001型。華やかな活躍の場を失っても近江鉄道はこれら11両の機関車を守り続けていきたいと考えています。鉄道史上貴重な資産として